にちは、メイです。ツイッターで僕らの退廃化計画という企画があったのですが、ものすごく素晴らしい SS ばかりで完全に感化されて作りました。この企画は第2弾もする予定みたいなので、次回は参加したいですね。企画者の方のツイッターを概要欄に載せておきます。ぜひチェックしてみてください。今回のテーマは森に飲み込まれたお店です。自然の力に勝てず人間が去っていった感じです。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10、 窓はなし、エントランスは一番右です。明るさはこのくらいですが、作業中は明るくしていきます。環境音はジャングルです。壁と床の概要です。この部分にお店を作っていきます。森に侵食されている感じを出したいので、左から右に向かって崩れていく感じにします。光に集まる虫をかぐみがきで表現します。ひらひらを選んでそっと1回だけ触る感じでひらひらさせます。多めに磨くと虫の大きさが大きくなってしまうので、今回は小さめにしていきます。小さい方がなんとなくリアルな感じがしますよね。この背景を仕切り壁で隠して森が奥に続いているようにします。不自然な部分を柱で隠します。スーパーマーケットの壁の廃墟感がないので、マイレザを貼ってそれっぽくしていきます。草が生い茂っているだけで廃墟感が出てきますよね。穴が開いているようなマイレザがあったら、もっと廃墟感が増したかもしれません。地面にもマイレザを敷いて壁の草とつながらせていきます。草のつながりは結構な年数が経ったんだなという時間の経過を表現していきます。お店の中身を作っていきます。お店の中身は右に行くにつれ植物を多めにしていきます。崩れかけの商品棚とかがあるとかなりいい雰囲気が出したかもしれないです。缶詰など腐敗が進みにくいものは形を保たせていきます。これだけ棚が原型をとどめているのと倒れてすらいないので、もしかしたらこのお店は一瞬にして森に飲み込まれた可能性がありますね。大廃系は初めて作ります。こうやって作ってみると大廃系アイテムはほぼないなという気がします。瓦礫の山や倒れている家具、チカチカしている電球などがあったら表現の幅が広がりましたね。この大廃部屋を作るにあたって何が腐食するのか調べたら、厚森の家具はほとんど腐食しそうな感じでした。森に飲み込まれた状態で腐食が進まない方がおかしいですよね。なので何も状態の変化のない商品棚や買い物かごなどはおかしい状態ですね。リアリティを追求すると家具がなさすぎて諦めそうになるので、全ての家具の腐食が進んでいる体でいきます。右側は植物を多めにして森に飲み込まれた感を出していきます。お店の前にバスの停留所を作っていきます。お店の前によくありますよね。反対側は停留所を裏返して背中のポスターみたいなものを見せていきます。この骸骨はこのお店の店主です。削岩機で瓦礫を表現していきます。ちなみに全身の白骨化は5から7年かかると言われているので、このお店が森に飲み込まれてから最低でもそのくらいは経っていますね。この車はここの店主の車です。お店を守ると決意したものの守りきれなかった悲しいエピソードがあります。このお店の前は植物の家具を多めにしてお店の外という感じを強めていきます。崩れかけの道路のマイレザを持っていたら敷きたかったですね。本当にマイレザ枠が足りないんですよ。部屋ごとにマイレザ枠があればよかったのになぁと本当に思います。もしマイレザ枠が買えるなら重課金しているかもしれません。森に飲み込まれているのに電気がつくのには訳があって、
それは私の電気がついていた方が暗くした時に明るいなーくらいの気持ちからです。リアリティのかけらもないですね。ファンタジー要素が強まります。これで地面の部分は完成したので、天井を飾り付けていきます。鶴のガーランドや吊るし苔を使って木から垂れ下がる葉っぱなどを表現していきます。濃い緑と茶色の鶴を使い多様性を出していきます。お店の中を多めに飾り付けていって、天井からも吊り下がっている感じにもします。こんな感じになりました。もう少し追加していきます。いい感じになりました。家具を磨くために家具を少し前に移動させます。家具磨きをしてさらに森の雰囲気を出していきます。あとは戻してチェックします。瓶は棚から落ちている感じを出したいので床に置きます。これで完成です。あとは電気を調整していきます。雰囲気が出ますね。森に飲まれたお店はいかがだったでしょうか。大敗した部屋を作るのは初めてだったので、新しい視点が生まれて作っていて楽しかったです。大敗ジャンルで今度は違うテーマの部屋を作ってみたいですね。大敗をテーマに作ってみたいと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回のおまけは庭の完成ムービーです。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。